縄文時代といえば思い浮かぶのが縄文式土器。中でも最も華やかなのが火焔式土器。新潟県十日町市の十日町市博物館には、笹山遺跡出土の国宝57点を含む多くの火焔式土器が並ぶ。火焔式土器は信濃川中流域で発展した土器。新潟県長岡市の馬高縄文館でも多くの火焔式土器が見られる。火焔式土器は紀元前3000年前後の約500年の間のみ作られた。限られた地域で短い期間に製作された形態の土器である。この土器を見るには、十日町市博物館と馬高縄文館は外せない。火焔式土器といえば、上部に炎のような突起を持つ土器を指すが、火焔土器というと、馬高遺跡から出土した、この土器一つを指す。長野県三代田町の浅間縄文ミュージアム。火焔式土器ではないが、派手なデザインの土器が見られる。紀元前2500年前後の縄文中期の土器が最も華やか。この土器のデザインなど、現代風で洗練されている。松本市立考古博物館の土器は、ややおとなしい。上部の装飾が少なく、やや武骨な感じがする。東京国立博物館出展の都内出土の土器は、悪くない出来。岩手県立博物館の土器は、縄文中期でも飾り気が乏しい。新潟からの距離が遠いためだろうか？新潟からの距離が、さらに遠い福岡市博物館。ここまで来ると、もはや装飾などほとんどない。山梨県笛吹市の釈迦堂遺跡博物館。中央自動車道、釈迦堂、パーキングエリアのほぼ直下に遺跡がある。ここは水煙文土器の宝庫。中でも高さ70センチメートルの水煙文土器が、この博物館のマスターピース。火焔式土器と並ぶ縄文式土器の傑作だろう。土偶も縄文時代を代表する遺物。この2体は三内丸山遺跡で展示されていた遮光器土偶。岩手県立博物館の遮光器土偶は保存状態が良い。大きさはまちまちだが、よく見るとデザインも微妙に違う。遮光器土偶になりかけのように見えるものもある。東京国立博物館の遮光器土偶。一番大きいものは頭のデザインが凝っている。遮光器土偶は縄文時代でも晩期に東北地方で作られた。こちらは青森県八戸市の是川縄文館の遮光器土偶。釈迦堂遺跡は全国の 7% を占める1116点もの土偶が出土した。数は多いが大半が端材されている。同時期の土器に比べると芸術性は今一つ。水煙文土器を作れたのに、人型を作るのが下手なのが不思議。岩手県立博物館の土偶。中南米系の遺物を思わせる。座っている人の像。松本市立博物館の土偶。是川博物館の土偶。ちびまる子ちゃんの母を想起させる。同博物館の国宝。合掌土偶。後ろ姿にいい味を出している。これも、是川縄文館にいた土偶。これは、馬高縄文館にいた土偶。おそらく持ち回りで展示されたものだが、右側足を修復している。
馬高縄文館のミス馬高。長野県茅野市の戸狩石縄文考古館には2体の国宝土偶がある。仮面の女神はデフォルメの強いデザイン。水陸両用モビルスーツを思わせるフォルム。もう一つの国宝は縄文のヴィーナス。頭部と腰回りのデザインは現代アートのよう。2体ともにほぼ完全な姿で発掘された。稀な例。東京国立博物館のミミズク土偶。頭部のデザインや顔の表情が可愛らしい。同博物館のハート型土偶。顔と体の線が印象的。なお、縄文のヴィーナスは縄文中期の作。ミミズク、ハート型、合唱、仮面の女神は後期の作になる。ご視聴ありがとうございました。